埼玉県日高市です。今回は日和田山の琴平神社に向かっています。熊かよ。あとチャンネル登録をお願いします。運営には皆様の力が必要なんです。場所については概要欄にマップリンクを貼っていますので参照してください。巾着殿の後にどこに行こうかと地図を見て近場のここに決めました。お気軽ハイキング程度かな。結構人がいます。天気がいいから行楽日和ですね。登っているだけで絵が変わらずかなり地味です。カット多めで。熊よけの鈴か。いい音だ。一の鳥居です。分岐点、男坂、女坂。こういうのは大抵男坂はハードコースです。男坂を見ると登るしかないおっさんが多いのはこういうわけです。水辺に来たぞ。男坂ってこれ？意味が違うハードコースだな。危ないぞこれ。滑る。水攻めかよ。慎重に行くか。ここで難所続きで撮影しながらの片手だと危険なので一旦カメラ止めますね。途中あれやこれやの冒険が。
お気軽ハイキング程度と思ってたのに、両手を使って登らないとならないとは。撮影再開。かなりはしょっていきなり2の鳥居前です。道中こういう道だから滑らないようにね。街が一望できますね。目の前が巾着殿のところですかね。この先が見晴らし台でまだ上があるっぽいけど、誰も行かないからもういいかな。どうやらこの小さいのが琴平神社のようです。ここでゴールにしましょう。帰りましょう。体力削られた。男坂を降りるのは無理だな。足滑らせそう。昔伊勢原の大山で落ち葉で足滑って数メートル滑落していきそうになったことがあるから慎重です。帰りは女坂から帰りますよ。割とガチめな装備の人がいる。こっちは巾着殿からの寄り道を散歩装備。三脚あったしね。ありがとうございます。どうも。
光がいいの。ここ少し休憩して。よいしょ。山ですれ違う時挨拶するのはなぜだろう。高い山ならいいけどハイキングレベルだと人が多いから頻度が多すぎる。結局女坂の方は見どころもないかなりのイージーコースでした。まさにハイキングレベル。今の時代だから男女じゃなくてハードイージーの区分にした方がいいのでは。男坂女坂という分け方は江戸時代くらいからあるのかな。男坂なんて書いてあるとそっちを選ばざるを得なくなる。女坂だけあって難所にはちゃんと手すりがついていました。楽ちん。そしてあっという間に降りてくることができた。さてまだ日は高いけどももう帰りましょうかね。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。コスモスだ。